こんにちは、アカデミアの富谷です。富谷アカデミアニューベーシックは第8回になります。今日はマッシュルームショートをシンプルに簡単にカットします。前からカットするグラデーションボブ、リザーブグラデーション、ニューベーシック4で紹介したカット技法と同じカット方法になります。今回はスタイルに合わせ少しアレンジしただけです。過去動画も合わせてご覧ください。このベーシックを身につけると多くのヘアスタイルをカットするときに役立ちます。ぜひトライしてみてください。はじめにこのチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳ができますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが大体のニュアンスはわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。今回も初心者に分かりやすいようにブラントカットでベースを作り、後にドライカットしていますが、慣れてきたらウェットカットの状態で毛先にチョップカットを入れてカットしたりそぎを入れたりして、ブロードライ後には仕上がりになるようにカットしましょう。でははじめに仕上がりデザインをよく見ていただき、全体像を頭に入れてください。はい、イメージができましたら早速始めていきましょう。では動画をご覧ください。グラデーションベースのマッシュルームショートをカットします。今回は前髪からカットしていきます。前髪部分は毛の生え方、毛流れなどよく見て深さを決めていきます。次に目頭の上がったラインの幅に取ります。このようにセンターに集めて目がギリギリ隠れる程度の長さにカットします。毛束をセンターに集めることで丸みがつきます。前方45度に引きカットします。頭の丸みに沿って引く角度を変化させながら、あまりグラデーションの段差がつかないように調節しながらカットします。合わせて図解の方もチェックしてみてください。カットを横から見て綺麗な斜めのラインになっているか確認しながらカットを進めます。ベーシックとは言っても実践で役立つスタイルをカットします。ですのでなるべくシンプルにカットしますが、技術はミックスしたデザインになります。次のブロックはトップの位置はあまり移動せずに頭の付け根の後ろまでブロッキングします。下のガイドラインに合わせてカットしていきます。次は襟足の長さをカットします。仕上がりの長さは頭に入っていますので、出来上がりのスタイルをイメージして襟足の長さをカットします。その人の顔の大きさ、顎を基準にバランスをとります。初めから襟足の長さをカットしておいても構いません。このようにバックの長さはストレートにカットしておきます。次はヘムラインのガイドを作りますので、このように斜めブロッキングラインの途中からブロッキングを取ります。耳後ろからは毛束の引きに対して直角でカットするのではなく、襟足のガイドに向かってカットしていきます。図解の襟足の部分です。毛束は頭皮からあまり引き上げないようにカットします。
耳周りは耳に厚みがあり、また紙が少ない場所になりますので、アウトラインをしっかり出すために2パネルぐらいはカットラインがきれいに出るように角度を引き上げずにカットします。横のカットラインがきれいな斜めのラインになるように確認しながらカットします。斜めにブロッキングラインを取り、ここの長さがガイドにここからパネルの引きを前方方向ではなくバック中心方向に引きカットしていきます。このように引き襟足のガイドに向かってカットすることでバック中心部の段差が多くなりポイントが上がります。図解をよく確認してください。前方向にパネルを引くとバック中心部が長くなり、後ろ方向に引くとポイントが上がり短くなります。このようにバック中心部にパネルを引きカットを進めます。ここも中心部にこのように引きます。このように引くことでバック中心部の段差が大きくなりポイントが上がります。ここの引き具合でポイント位置を調節していきます。ここがこのカットのポイントになります。あとは同じようにカットを進めます。反対側も同じようにカットを進めます。前頭部と後頭部の切り返し部分ですので、左右の長さをチェックします。前頭部と後頭部の切り返し部分ですので、ここでも左右の長さをチェックします。
ヘムラインの厚みを作ります。ここからはバッグ中心部にパネルを引き、カットしてポイント位置を自分のイメージ通りにしていきます。周りをチェックカットしていきます。
ウェットカットの終了になります。では乾かして仕上げてみましょう。ウェットカットでの仕上がりになります。マッシュルームの場合、重ためのデザインも未だに人気があります。ではこの状態からドライカットしていきます。重めが好きなお客様はポイントだけ分量調節をして仕上がりでも構いません。少し動きやアレンジをしたい人はドライカットをしてあげると良いと思います。前髪からドライカットしていきます。髪のツヤを大切にしたいのでハサミだけでドライカットしていきます。今回は深めの毛先のチョップカットやウィービングのように中間部にもチョップカットを入れて仕上げたいと思います。前髪はスタイルを生かすためにも重たさを残すようにドライカットします。パネルの角度をあまり引き上げないように深めのチョップカットを入れていきます。パネルを取って髪の密集度を見ながらドライカットしていきます。反対側も同じように髪の薄さ加減を見ながらドライカットしていきます。まず毛先中心にチョップカットしていきます。バッグ中心部も毛先にチョップカットしていきます。こうすることで横から見た時に柔らかな印象になります。
トップ8回りは少しレイヤーを入れる感じでチョップカットしていきます。ここからはウィービングの要領でチョップカットを入れていきます。これで毛艶が保たれ、仕上がりに立体感を出すことができます。トップ部分も中間部分にドライカットしていきます。表面の毛艶が保たれるように気をつけながらドライカットしていきます。フロントサイド、特にもみあげ付近の髪の調節や毛先の表情を考えながらドライカットしていきます。
仕上がってきましたので、ドライヤーで髪をよく動かしながら仕上げていきます。軽くオイルをつけ、きれいにシェイプして仕上げます。仕上がりです。ドライカット後の仕上がりです。左がウェットカットの仕上がりです。右がドライカット後になります。ショートマッシュルームといってもドライカットすることで耳かけにアレンジすることもできます。はい、今回ショートマッシュルームカットをしました。前からカットするグラデーションボブ、リザーブグラデーション、ニューベーシック4で紹介したカット方法をアレンジするとショートマッシュルームもカットできます。襟足のポイントを低くしたい場合のスタイルなど使いやすい技術です。リンクを貼っておきますのでご覧ください。誰でも簡単にカットできるようにカットする工程をできるだけシンプルにしました。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では今回の動画が参考になりましたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますのでよかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。